スサノオと大国主。大国主は恐ろしい兄たちに2度も殺されてしまったので、先祖の神スサノオに助けを求めに行きました。スサノオは母親イザナミがいる黄泉の国の近くに住んでいます。大国主は与物平坂を越えてスサノオの屋敷に着きました。屋敷から若くてきれいな女の人が出てきました。大国主は一目見て彼女が好きになりました。スサノオ様のお宅はこちらですか？私は大国主と申します。はい、私はスサノオの娘、スセリ姫です。スセリ姫も若くてハンサムな大国主を見て一目惚れしてしまいました。スセリ姫は屋敷の中に戻ってスサノオに言いました。お父さん、とても素敵な神様が外にいます。スサノオは2人を見るとすぐに2人が愛し合っていることが分かりました。それで大国主が十分に賢くて強い神様かどうか試そうと思いました。大国主、事情は分かった。疲れたか？今日はこの部屋で休め。ありがとうございます。大国主は案内された部屋に入りました。しかし、そこは毒蛇がたくさんいる部屋でした。どうしよう、この部屋では寝られない。大国主が困っていると、スセリ姫が来て言いました。大国主様、この魔法の布を使ってください。これを3回振ると、蛇はおとなしくなって、決してあなたを襲わないでしょう。大国主が言われた通りにすると、蛇はすっかりおとなしくなりました。それで大国主はぐっすり眠ることができました。次の朝、スサノオは元気な大国主を見て驚きました。そこで次の晩は大国主をムカデとハチがたくさんいる部屋に案内しました。今日はこの部屋だ。はい。わかりました。大国主が困っていると、またスセリ姫が助けに来ました。大国主様、これはムカデとハチをおとなしくさせる魔法の布です。今晩はこれを使ってください。ありがとう。大国主はその布を3回振って虫たちをおとなしくさせました。それでその晩もぐっすり眠ることができました。しかしスサノオの試練は終わりませんでした。次の日、スサノオは大国主を連れて野原へ行きました。そこでかぶら屋を遠くへいて言いました。大国主、矢を拾ってこい。今日はスセリ姫は助けないぞ。はい。野原は広いし、草も多いし、なかなか見つけることができません。そうしている間に、スサノオは野原に火をつけました。野原はあっという間に大火事になってしまいました。大国主は焦りました。また死んでしまうと思いました。どうしたらいいんだ、スセリ姫。ふと下から小さい声が聞こえました。見ると一匹のネズミが足元で歌っています。うちはほらほら、
砂糖はズーブズーブ。足で地面をトントンと蹴って合図しているようです。ネズミさん、その通りにしろと言っているのですか？大国主がネズミがした通りに地面をトントンと蹴ると、ふわっ！地面にぽっかりと穴が開いて、大国主は大きなネズミの巣に落ちました。それで火から逃げることができました。ネズミを見ると、かぶらやをくわえています。ネズミはそれを大国主に差し出しました。頭が良くて親切なネズミさん、本当にありがとう。大火事の野原を見て、すせり姫は泣きました。大国主は死んでしまったと思って、葬式の準備を始めました。するとそこへ、かぶらやを持った大国主が戻りました。二人は喜びました。これでようやく試練が終わったと思いました。大国主、お前はなかなか賢くて強い神様だ。悪くない。スサノオは今度は大国主に自分の頭のしらみを取らせました。大国主がスサノオの頭を見ると、大きなムカデが何匹もうようよと張っています。スサノオの試練はまだ続いていたのです。すせり姫がこっそり木の実と赤土を大国主に渡しました。この木の実を噛んでプチプチと音を立ててください。それから赤土を噛んで吐き出せば、父はあなたがムカデを噛み殺していると思うはずです。大国主は言われた通りにしました。スサノオは大国主がムカデを取って噛み殺していると思いました。素直でいい男だな。すっかり安心したスサノオはやがて眠ってしまいました。すせり姫が言いました。父はひどすぎます。このままではあなたは死んでしまうでしょう。大国主様、私と一緒に逃げてください。大国主はうなずきました。二人はまずスサノオの髪を部屋の柱に結びました。それからスサノオの刀と弓矢と琴を持って部屋を出ました。しかしうっかり琴を木の枝に当ててしまいました。スサノオは目を覚ましてすぐに大国主と娘が逃げたことに気がつきました。しかし髪が柱に結ばれていたのですぐに追いかけることができません。なんとかほどいてよもつ平坂まで追いかけました。坂の上は違う世界です。スサノオはもうすぐ坂の上に着く二人を見て諦めました。そして大きい声で言いました。大国主、その刀と弓矢でお前の兄弟を倒せ。そしてお前は地上の神として国を作れ。私の娘すせり姫を正妻にして出雲の国に宮殿を建てろ。立派な王になるのだぞ、この野郎。ありがとうございます、スサノオ様。大国主は地上に戻ってスサノオが言った通りにしました。兄たちを倒してすせり姫を正妻にして出雲に宮殿を建てました。それから稲葉に戻って稲葉の女神様八神姫とも結婚しました。